はい、今日も動画撮っていきます。清き一票。今日は特定の政党について1個話すんですけど、話半分でというか、聞いてください。私は結局、ここに入れたよっていうところまでをね、清き一票で取りたかったんで。で、選挙区は東京32議席あって、どこに入れるかは、一昨日か3日前かなの動画で喋ったんで、見てみてください。で、今日は私は比例代表で入れるチーム未来の話をしたいと思います。なので、この動画はチーム未来のいいところを喋ろうイエーイ動画です。イエーイイエーイ。ということで、いきます。まず、チーム未来の何がいいって、スタンスとして人を責めないことが一貫してて、見ていてとても気持ちがいいし、応援したくなった。で、時に意見がないのかとか、政策が空っぽだから黙りを決め込んでるみたいな考え方もあるんですけど、きっとね。私はあえて黙ってるように思った。なんかここで多分選挙って国民の人に清き一票を入れてもらうっていう行為、そこに多分どこまでも真摯に向き合ってる感じがして、もし国会とかの答弁とかになったら、すごいちゃんと建設的な議論で、時には厳しく伝えていけると思う。で、多分あとは、まだ新しい政党だから、で、ブロードリスニング、みんなの意見聞いて政策まとめていきますって言ってるから、まだね、こう、なんだろう、いい意味でも悪い意味でもまとまりきってない部分もあると思う。から、まとまった後の、あのチームの、強さは、なんか見てみたい気がして、こう、今、あえて分断を生んだり、こう、変な、ね、二項対立に持っていかないように、意識的に候補者の方たちとか支持者の方が注意してるように、日々私が見る範囲ではね、ざらっとしてる感じがして、そこからが気持ちよかったし、私もそういう政党だったら応援したいなと思ったので、チーム未来入れたいと思いました。で、チーム未来のいいとこ、なんだろうね。庵野貴弘さん、党首の方のご経歴がまずグッとくる。で、少年漫画の主人公みたいじゃないですか。だって、開成出て高校、東大行って、で、社会人としてもすごい成功して、ね、自分でエンジニアやって、もう多分企業にいたら引く手あまたな優秀な人材なのに、なぜか都知事選出て、で、落選と。でも都知事選すごくいい戦いだった。ああ、いい人いるなと思ったと。そしたらいきなり参議院選で新党を立ち上げて出ますみたいな、なんかその選択があんな知性と人柄と財力をもってしてそこまでやんなくていいのにってくらいまでやっているところがすごく興味があるし、同世代だからなんかグッときちゃった。で美しいなと思う私は。もし国会行ったらなんかとても献身的な国民に対して政策をされるんじゃないかなというとても期待を持ってますね。なんか政治家になっちゃって賄賂とかやんないでほしい。はい。で、続いて、あとは、これすごい大きいですね。チーム未来に関しては、自分たちが持ってる一票がもろに投影されるっていう、その一票の大きさとか一票の意味を今回考えさせてくれるすごく素敵な選挙だなと思いました。今、政権交代とか、あの、野党は、野党が与党になるかとか、与党はどこだとか、あとはたまた新興勢力がみたいなことで議席数たくさんもうデッドヒートで争ってる中で、チーム未来は目指せ1議席なんですよ。で、この1議席でまず変わる日本を見せたいっていうことなんですよね、きっと。この1議席取るために、もういろんな政党がさ、もう今政権交代に向かって頑張ってる中で、この辺でやってるこう1議席の戦い、すっごい自分の1票大事そうじゃないですか。で、そんな中でチーム未来、1議席取ったら、安野さんが行くと思うんですけど、党首の。が変えていく、本当に言ったことをやるのか、みたいなところもだし、なんか、そんな一議席の戦いをこの夏見せてくれてるのがすごい、私は政治に新しい風しか感じなくて、行ってくれ一議席って思って入れたいと思います。でね、すっごいね、これも勝手な私の趣味なんですけど、選挙速報が好きだっていう動画を確か出したと思うんですよ。その選挙した日の夜で万歳とか、あとなんか自民党大敗とか、逆にやっぱり強かった自民党とか、でなんかいろんな
政党が何議席取ったとか花とかこうやってつけるの忙しいみたいなのって結構よく見るじゃないですか。でもその時になんかチーム未来のみんながドキドキしながら待って、なんか比例で1議席って言って庵野貴博さんが万歳してるみたいな夏を見たい。なんかやっぱもう私は書店主なんで本屋さん普段やってるんで、もうそのなんかストーリーがすごいもう美しすぎて、もうこれ見せてくれ現実でってすごい思っちゃいました。ね、もちろん人と制作も政党をしてるのもあるけど、なんかそういうストーリーが見たいなっていう個人的な願望もあって、応援してます。はい。でさ、チーム未来がもし1議席取ったら、多分その安野さんが万歳とかすんのかな、なんかおどおどすんのかな、みんなでわかんないけど万歳の準備とかすんのかな。なんか普通もう慣れてるじゃないですか、自民党とか立憲民主とかって、なんかだるまがあったりとか、もう万歳も超揃ってたり、でもなんかそれもどういう感じでいくのかとかも見たい。で、そのもし1議席取った時に投票した日本国民全員がなんか俺が育てた私が入れたバリの顔をしてニヤニヤするのとかをすごい見たい。うん。なので多分ここで1議席取れて、でまた次の選挙で2議席3議席って増えてったりとかってすると、ここで1議席と新党立ち上げの選挙にチーム未来に入れたってすごいかっこいいことになると思うんですよ。チーム未来がずっと誠実に素敵な政治をしてくれるという過程のもとね、素敵じゃなくなるかもしれないから政治って分かんないんですけど、なんかそういうことで今回の一票を持つ大きさはチーム未来が一番考えさせてくれたので、私は入れたいと思いました。あとすごい喋っちゃった。あと一個だけ言いたい。あと意外と他の候補者もいいって話をしたいです。チーム未来の候補者、なんか要素がおかしいというか、すごいなんかもう政治畑の人全然いなくて、それが逆にすごい信用できました。で、ベテランとかやっぱ知ってる人が政治得意なのはもちろんそうじゃないですか。でも絶対みんなに新人の時があったし、彼らの能力をもってしたら、多分1年とかで全然もう立派に政治家になられると思います。だって庵野貴博さんもなんだっけ、都知事選から1年でこうやって選挙出られたけど、全然もう多分もうオーラが違いますね、身にまとってる。だからみんなもそういう方たちが揃ってるんじゃないかなと思ってます。正直最初は庵野貴博さんが1議席欲しい、そのために擁立されたこう兵隊たちだと思ったんですよ。だからもう究極選挙活動とかもしないのかなみたいなことを思ってたら、公示日からなんか皆さんどんどん一生懸命こう演説する感じとか YouTube の配信とか見てると、それぞれのお人柄とかキャラクターがすごくあの自分に近い感じがして、こういう人たちに投票したいって感じさせてくれました。なんか例えば北海道の人とかめちゃくちゃ面白かったな。東大の理工学部出て、その後エンジニアとして、で著書も出されるぐらい、多分エンジニア界隈だとちょっと有名な人なのかな、わかんないんですけど、まあすごく能力のある方がなんか北海道をなんか横断しながら全然人のいないところで演説とかしてるみたいな様子を SNS でどんどん上げてて、こんな優秀な人がゆるキャラみたいな動きをしてる。これがすごい私的にはなんかいいなって思っちゃいました。仕方なくやってる、その仕方なさがゆるキャラっぽいで、前提すごい良さそうっていうね、なんかそのキャラも乗っかってすごい良かったです。あとあの人も良かった。千葉の小林周平さん、この翔平さん、千葉周平さん、すいませんわかんないんですけども、なんかすごいYouTube の配信見たんですけど、ずっとヘラヘラされてて、なんか忙しい時ヘラヘラしちゃう人って私めちゃくちゃ信用できるんで、仕事で、あ、この人仕事できるなと思いました。だって裏方やって自分も出てでしょ。であんなにニコニコしてやってるってことは、多分人が仕事をお願いしやすい人で、いい仕事が来る人だと思うんですよ、勝手にね。私も大きな声でニコニコ忙しい時ほど仕事はしたいって思うんで、まあね、小さな会社ですけど自分でやってたら、まあ、自分の雰囲気がチームに及ぼす影響ってものすごい大きいもんなので、なんかそういうの分かってる方なのかなと思うと、なんかすごい人の気持ち分かってくれそうだなって思いました。エンジニア、なんかエンジニアって AI 集団だみたいな、感情がないみたいな感じするけど、そのチーム未来のその人間っぽいところがその人間っぽさ出そうとせず意図的に出そうとせず出ちゃってるその人間性が結構皆さん可愛い。その北海道と千葉はめっちゃ可愛かったです。であとはなんといっても愛知県の山根幸也さん、私新卒の会社の同期なんですよ。だから出馬のニュースびっくりしてみました。うん。で
本当になんだろう、自分から前に立つ性格では絶対ないんですよね。どっちかというとこうシャイで恥ずかしがり屋のこう裏方気質な彼なので、そんな山根幸也がこう拳を上げてこう道端で演説をしてるっていう絵とかにこう SNS を通して見ると、なんかやっぱちょっと胸にくるものがあるというか、すごくあの心が動かされました。うん、その山根幸也さんを結構近くで知ってたから、あ、こんな人が本気で立つのかい、候補者としてっていうのもあって、いろんな候補者の方に気持ち入るとか、なんかすごいまっすぐに見えたのかもしれない。チーム未来多分あんまり本当に知名度とか本当いらないような人が多い気がする。でも多分自分がもう政治変えなきゃって思った。あとは庵野貴博素晴らしすぎてこいつを議会に送り込まなきゃって思った。このなんか2つの使命で動いてるみたいなのがすごくピュアに見られるのが私は好きです。山根幸也の話ちょっとすると、同期から一時期神って呼ばれてたんですよ。もう賢すぎて。なんかそれぐらい本当に賢い。なのになんかそういうのも結構笑ってネタにできるぐらいのこうユーモアとか懐の広さがあって、あのなんか一緒に同期旅行とか行っても新幹線の中で一人すっごい難しそうな文庫本もこうなんかこんな感じで読むみたいな同期旅行ですよとかもめちゃくちゃ面白いんですよ、キャラクターとして。だから彼がね、国会目指してくれるなんてなんていい日本になるんだろうしか思えなくて、うん、山根幸也のいいとこ上げ始めたら本当にキリがないんですけど、とにかくなんか愛知県の人超羨ましいです。山根幸也に1票入れられるこの清き1票を持ってるのは本当羨ましいです。きっと誰かにとっては東京羨ましいんでしょうね。うわ、あんな素敵な人に入れられるんだみたいなのはあるんでしょうけど、私は愛知羨ましいなって思うぐらい山根幸也は超おすすめです。はい。っていう感じで、何が言いたいかっていうと、私はチーム未来に入れますが、皆さん本当にこれは入れてねっていう動画じゃないです。選挙に移行動画です。いろいろこれまでの動画の編成見てくれたら、いろんな政党を悩んだ中でも、なんかそういう風に選んでこんな明るく政治の話していいんだって思ってくれただけでもすっごくやってよかったなと思うので、みんなもあと2日あと3日ちょっとよく悩んで選挙行ってください。お願いします。選挙に行こう、選挙に行こう。念を送ります。終わり。じゃあね。